もしい気持ちでもって撮影開始ボタンを押しました。 YouTube クラシック音楽道場をご覧の皆様、ありがとうございます。ベートーベンにとっての凄まじく大事な一曲です。今までこちら、ね、1番のソナタから順番に、解説動画を作ってきましたけど、ついにここに到達してしまったかという気持ちですね。曲の背景や言いたいことは山ほどあるのですが、ベートーベンの生き様、もちろん耳が聞こえない難聴の問題、でもここでは、和声解析に絞って解説を進めていきたいと思います。それこそがね、当チャンネルの存在する価値とも、思われますので、しかし勉強を進める上でこの音たちですね、音から現れる音に込められたこの人の思いが、見えてくる、聞こえてくるのではないかと思われます。早速音を出していきましょう。いきなりのガーンっていう和音がひどいですね。早速の調整はドの音が主音となる第1音ですね。バスも1のドの音、メロディーも1のドの音で、フラット3つの調合というのはもうご承知の通りのツェモール破単調の音楽です。この和音からして言いたいことがあるのですが、この重々しい音の正体っていうのはやっぱりこの左手のに4つも音があるという、クラシックの考え方では4声の音楽というのが基本になるんですが、バスがあってテノール、アルト、ソプラノとかね、こういうのが密集系の和音のすっきりとしたドミソの音、あるいはドソドン、こうやって4声で弾くことでも4声の乖離系の和音、密集系の和音、なんかいきなりめんどくさいこと言い始めましたが、そのどちらでもないんです。せめてね、左とドソドと、でこうやってドソドミソド6つの音になったかな。これの方がまだすっきりした音がする。ところがベートーベンは容赦なくもう全部使ってる、このありったけの指を使ってこのミの音をね、ここに入れてるんです。右手にもミの音がある、左手にもミの音がある、第3音重複とか言って、これは音としては美しくないと、濃すぎるとね言われたりする音なんです。でもベートーベンはそんな綺麗事言ってられない。とにかくツェモールの破単調の、もう自分はもうそんな綺麗事言ってられないんだという気持ちがこの和音からいきなり感じられるわけです。先行きましょう。2と、いきなりね結構難しい和声が使われるんですけれど、ドミソの和音というのは、ドイツ風の和声の書き方ですと、小文字の t と書いて単調、トニカ、手話音であると。もちろん悲劇であるという、悲壮であるという。ドレミ、間にね一つソシレっていうドミナントが入りますが、この 1,2 拍ね、に四分音符で、こちらは大体トニカってことでいいかな。これ難しいんですよね。ファラドミ、ファシャープの上にお化けみたいな和音がね聞こえるかな。 F シャープのディミニッシュセブンスという原七の和音というものが使われて、これすごく嫌な音がしますよね。お化けというか、もう不吉というか、ベートーベン先生の隣にバッハ先生の肖像画がありますけど、バッハの大得意の原七の和音という、書きますよ。
弦7と、そういう和音が使われていて、これはセイモールの何か、なかなかね、いきなりファシャープっていうのは普通出てこない音なんですが、そのファシャープが出てきて、もうすでにね、黒帯2段という難しい和声になっているんですけど、いった挿し木がソシレという G メジャーという和音は、これは5度の和音、ドミナントとしていう、専門用語ですけれど、落ち着いてね、一個ずつ分かるようにしていってくださいね。ドミナントでフレーズが終わっているわけです。ね、休符ですからね、確実にここで、あれ音が全くなくなる私は、なんてこうやって書くのも好きなんですが、ね、主和音ではない、ドミナント、属和音で、フレーズが終わっている、こういうのを半終止なんです。と、そういう言葉で言います。なぜ私の耳は聞こえないと。今度はね、ドミソで終わっているから先進むつもりじゃなかったんだけど、ドミソのね、トニカで、ただ下の音はね、ミという第三音だったりするので、完全な終わりというか、ちょっとした不安定さを持っている。だけど、惜しい。この主和音で終わるという、今度はこちらは全終止。私、聞こえない、丸、点々点々点みたいな。そういうね、文章で言うと、聞こえない。否定形という、そういう意味合いが音にはあるわけです。一小節目のこのフレーズ終わりっていうのは、なぜっていう、その気持ちが込められている。これが和声の持つ力です。全終止、半終止。大事なことを、言えたかな。ですね、当チャンネルね、分かりにくいことがありましたら、どうぞ YouTube 巻き戻し機能を使って、どうぞ何度も繰り返し見てみてください。当チャンネルでは、実用和声解析と称して実際の演奏に活かせる和声の勉強をご提示しようとしている次第です。和声をよく分かって演奏したいという方々のピアノ勉強の参考となりましたら幸いです。動画は長いものになると思われますので、概要欄のタイムスタンプをどうぞご利用くださいませ。グッドボタン、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。というわけで、巻き戻しで何回も聞いてくださいね。さて、で、これが5の和音、ドミナント Mというのが分かりました。その前のこの F シャープディミニッシュセブンスというのは、このドミナントへ向かうためのドミナントというふうに、ドイツではこれをドッペルドミナントと、こういうふうに D を2つ重ねて、もともとのドッペルドミナントっていうのは D7 ナインスレファラドミという音がソシレファ、こう動くわけですけど、このレという音が根音省略されるとファラドミという F ディミニッシュセブンスが現れる。これがこういう原七の和音の正体です、ね。ドッペルドミナントの根音省略だから、パッてたすきがけして、そういう意味になります。で、属七属九ってあるから7と9という、はい、ね、日本ですとこうやって書くんじゃないかな。小文字の5に5度調の5度と書いて根音省略9、これが日本の和声の書き方だと思います。はい、いきなりのドッペルドミナントからのドミナントの半終止、非常に不吉な音がしてるわけです。で、じゃあ先を書くとやっぱりシレファラ、今度は同じ原七でもB ディミニッシュセブンスという和音になってるかな。シレファラ、これも結局は根音ソシレファラというソがないという、 G7 ナインスの根音省略が B ディミニッシュセブンスで、これは何かというと、ね、トニカへと収まる。これはだからね、トニカの前のドミナント、
ドミナント5の和音のソが今音省略されて7、9と残っているという。こっちはね、普通の属句。こっちはドッペルドミナントの。どっちも今音省略で、原七の和音、不吉な音。そして、当クラシック音楽道場のちょっとユニークな和声解析となりますが、246和声解析法として、セモールにとっての第2音レの音、よいしょ、第4音ファの音、第6音ラの音、これ全部、はい、246が全部出てきた。この246の音にクレッシェンドマークを書いて、その和声的な緊張感の高さ、抑揚、盛り上がりというものを書き表してみたいと思います。ソラね、ソララとね、登ってじわじわとね、フォルテピアノ静かなんですけど、第6音と第2音、やっぱラを目指してるんだな。あとはもう一個は本当はシレファラーっていくはずなのに、左手が先に第3音、先にこっちがですね、第3音っていうのはもうね、トニカにしか現れない音なんです。左手は、ね、バスは先にトニカ。でも右手はこの ドミナントのね、このシレファラは、はい、ドミナント属句のまま。2つのね、和声が入り混じって、なんかひどい不協和音になってるんですね。不協和音はミとレをね、ミとラもイレブンスって言って、ぶつかっている。その不協和音を私は、このね、痛々しいベートーベンの気持ちが現れているはずです。こうやってどんどん書いていきますよ。もう一個戻りますが、最初はトニカドンで、トニカからのドッペルドミナント、ドファって、これもね気持ち悪い音なんです。ゾーヨドっていうのは悪魔を表す音です。ゾーヨドトリトーヌスという1前音、2前音、3前音、3前音というね、悪魔を表す音程、ここにゾーヨドがあるっていう、これもね、今もう喋ってしまったので大事なことを言いました。中世から伝わる音楽の悪魔、ディアボロ・ディ・ムシカ。ここにディアボロがいるんです。悪魔がベートーベンのすぐ近くに行って囁くわけです。お前の耳はもうどんどん聞こえなくなるんだ。どうだ、生きていけるのか。どうだ、苦しめ。どう思うお前。嫌なやつです。この4音がちょっとね、ドレミファ、高い4音と、あと第6音、高い6音か。ドファ、このね、こいつも残念ながら嫌な246なんです。ドッペルドミナントのこの緊張感とドミナントの反芻しハテナを感じて、次は6と246だらけの属七属句、今音省略でラに登っていきながら、左手はおしまいだけど右手はまだもだえている。そして聞こえないなとで、どこ行くんだ、ファラドミというわけで、これは一緒ですね。F シャープディミニッシュセブンスという。だからファが第4音で高い音がで、ラが高い第6音になるかな。結局同じ。これは同じです。もうどんどんいきますよ。ドッペルドミナント、今音省略7、9。ドーン、やっぱりもう一回。今度はね、いきなりのドッペルドミナントでドカンと。ドッペルドミナントが待ってるよ。今後もう何度でも書くぞ今日は。で、いいや。よくない。私の勉強の仕方で、次がフォルテピアノだよってね、ここに書いておくのも私は好きなんですが。ドッペルドミナントで、そのまんま、ドッペルドミナントと、ソシレ、
ソシレで終わる和声っていうのはパッとしかも短いんです。なんて言うんでしたっけ？半周詞。はてな。聞こえな。なぜに。なぜ。とにかく。ドレミミ。これがね、6と4。まだまだあります。もうドッペルドミナント。2回強く数えるというのかな。裏拍のドレミ。こういうのはね、あまりこうクレッシェンドマークとかを書かずに、246和声解析法のコツは、1拍目っていうかな、大事な拍上にこうある、こういう音たちっていうのがね、1拍目ズドンドッペルドミナント。ズドンとね、属七、属九。やっぱここにベートーベンの強い思いが入る。そういうところにクレッシェンドマークを書いていくのがコツです。だから裏拍は数えないっていうか、あんまり軽いままドレミミでもだんだん同じようにね、もう同じです。もうクレッシェンドマークだけ書いておきます。はい。というわけでドッペルドミナントからフォルテピアノ小さくなってドッペルドミナントからハテナ。ドッペルドミナントからハテナでとはならずに、どこへ行ったんだ一体。あれね。はい。ドミソシからファラドという2つのコードネームが見えます。C7 からの F マイナー。これはだからね、悲壮そなたは初っ端から2段のね、黒帯2段の和声がたくさん出てくる。F マイナーというのがクレッシェンドした先、なんでこれクレッシェンドするか。これはドレミファという淀の和音。ドイツ風に書くと小文字の S で単調サブドミナント。淀の和音ってことになります。で、その淀へ行くためのC7 スドミナントということで、これは日本風の書き方を私します。淀調の5度で7と、こう書くんです。でね、続七トニカって普通落ち着くじゃないですか。違うんです。クレッシェンドってベートーベンが書いてるのは、これは F モールに転調したよっていうのではなくて、あくまでドレミ4度の和音へ向かっているという、この続七がいつも減衰するとは限らないんです。もうここがすごいですよね。もう明らかになんでこれわざわざクレッシェンドしなきゃいけないか。サブドミナントが強いからなんです。これが淀調の5度の持つ音楽性です。ウィーン音大教授がね、他のバッハの曲で淀調の5度だけどこれをスッと減衰するって私言ってる現場を見ちゃいました。おっと、それはどうかなって思ったんだけど、難しいんです。ウィーン音大教授ですらね、淀調の5度が答えられないことがありました。ごめんなさい、余計なこと言いました。ラ、もっと大きくなるラは第6音です。はい。はい、クレッシェンドして、ドッペルドミナントから、さあ、淀調のこと、淀で、6度で、じゃないですよね。本当はツェーモールだとこっちなのが、9連符はね、ルバーとして構わないんです。絶対にメトロノーム通り弾かないでください。下手に、弾けないと思う。ルバーとしてなんぼです。行った先がミソシね、エスドゥアというのミレファラファレ全終止している。なんとね、蝶々にレファラファレミ全終止、蝶々なんですよ。ね、エスドゥアのドミナントっていうのがミレドシシレファラ、これがエスドゥアの第5音ということで、ラ第ね、セーモールの、1、2、3、4、5、6音っていうのは S ドゥア考えたらイコール S ドゥアに転調した際はこのラは第4音という意味合いにもなる。ね。
どっちにしろ4音6音このラの音は、このたった一つのラの音ですが円ハーモニック転調というふうにも言っていいのかな。意味合いが変わってドン、長調のドミナントとなって、きっといつか治るはずだ、気のせいだ、ミレプシュではなくて、ベートーベン強い男だからで、いやきっと治る日が来るのさと、治るぞきっとでね、きっと明るい未来が余ってるぞなんて、そうなればいいんですけど、そうはならないですよね。ミファソ、ごめんなさいね、ミラド、これがエスドゥアのサブドミナント、ヨドのワンワンエントね、ミファちょっとずつこう盛り上がってると言っていいかな。もう一個素敵なのがミファソファ、本当はミファソラとかね、これ綺麗じゃないな、平行だなとね、ラドミの音にソが入ってない、こういうのをイオンと言ってね、この和音がファラドミファの音はまだね濁ってないって言っていいのかな。このソとラはね超7度でなかなかぶつかっています。これをイオンと言いますね。同じくファソラ聞こえやすいですよね。ね、ソニと落ち着くことでこの緊張緩和の関係にあるこのラの音はドミソシに入ってないイオンとなる。シレファラの音に入ってないドとレの音がひどくぶつかるイオンで、シドドレンね、ひどくね、シレファラに入ってないイオンドレミね、ソシレファに入ってないミはイオンで痛い、毎回痛い音がするんです。ベートーベンの心の痛みの連発であるというエスドゥアですね。大丈夫かな、見えてたのかな、今の夢中でやっててごめんなさいね。いきますサブドミナントへと盛り上がりながらもシレファラもう容赦のない悪魔のような神様と思いたくないですよね。神様がなんで人間の耳を聞こえなくさせる、そんな運命なんて信じたくない。シレファラビディミニッシュセブンス、ベートーベンは神を呪ったでしょう。そういう恐ろしいことをショパンだってね、神を呪いますよ。なんでこんな戦争状態、ロシアの蛮行をなぜ許すのですかってね、神様に向かって怒ってますよ、あの人。ショパンさん。B ディミニッシュセブンスはね、もうどんどんいきますよ。これはセモールのまた戻ります。いきなりひどい仕打ちをなさる神様、ドミナントコモン省略79。なんでそんな目に合わせたかお前は知りたいというのか。ドミナントの神様の声、恐ろしいですよね。でなんじゃ難しいな。簡単にできないな。でファーは第4音なんだよな。一応ファーでシー同じ和音ですが、シーレファラ、また再びなんだこれは B フラットセブンスっていう。いや困ったな。大丈夫かなこれ。いや難しいなあれ。ドミソシというこれ初めて出てきましたね。C シャープディミニッシュセブンスドミソシラドミソシソン
が C シャープディミニッシュセブンスであり A であり、これというのはレファラという D メジャーを目指している。そのレファラに行くための属七であると言えるのかな。でラドミソシ、そうだからこれはこのどのシャープが現れた時点でもうデドゥア、デというのは神を表してますからね。グロリア・イン・エクセルシス・デオということでね、グロリアっていう曲にはデドゥアがねよく使われたりするはずです。デオ、デ、神がわしが決めたことであるというね。君の運命は私の手の内にある神の名のもとに従えみたいなデドゥアへの転調、疑問を挟む余地はなしと。デドゥアのでもそれにしても原七のひどい音がしている。デドゥアのドミナント根音省略7、9とこうなるんだな。そららこれはもうスカスカのドミナントでもう一回同じくでシラと、まあちょっとなフォルティシモで一応全終止なんだよな。だけどこのどっかん大きな音を私は減衰するというのはあまり考えたことがないな。そらまあなかなかすごい音がしますね。これ難しいな。だけどその前のシレファラーっていうのはいやわかんないや。これはもうまた一瞬 S ドゥアになってんのかな。前に書きましたよねこれ S ドゥアになって。でも結局どこ行くんだろう。デドゥアとしか私には言えないかな。属句ドミナントからちょっと明るい S ドゥアを目指すのかなと思いきや新しい原七の案は、デドゥアのねえらい明るい重々しいことだけどドミナントソララシシできるな。ラシというのが第6音になるんだよね。レミファソラシ低い6ですけどね。ララシを大きく。ララそう第4音。こうちょっとね大きくしましょう。6と4を感じて全終止でピアノ。シレファラ結局はまあね CB ディミニッシュセブンス C の音はドのねドというこの曲ツェーモールの主音を目指しております。結局ツェーモールです。ツェーモールのドミナントです。ドミナント根音省略7、9ドミナントで力なく、なぜこんな目に遭わなきゃいけないか。シドドレシレファラなぜミファファドン。そうシレファで終わる和音は半周詞という全部ドミナント。ここからずっとドミナントなんだな。7小節、8小節、9小節に向けてツェーモールのドミナント。なぜの気持ちがもう積もるわけです。デドはレファラーって考えていいな。から痛い音がしてる。でだんだん上り膨らんでいくなぜの気持ち。一回ラドファーのサブドミナントに一回上がるんだ。これはラドファを感じて属七ね。属七からサブドミナントを感じてのドン。見る。これもでもし蝶々の音がしてますよね。ラドミというのは A フラットの音。そうドミナント属七から
5の和音から6の和音へ行くことを、6ちょっとクレッシェンドマークを軽く書いたりしようかな。これを何ていうか、普通の終止ではない。もしか、この曲は単調の曲です。単調はだとやっぱりダメだ、やっぱりもしかするとっていうラドミの長調の和音がする。この擬終止をすることでベートーベンはわずかなほのかな希望の光、自分の耳がもしかしたら治るのかもしれないという、そういうかすかな期待を寄せている擬終止をしっかり感じ取りましょう。フォルツァートがついているファっていうのはもうやっぱりドン第4音感じていいと思う。第4音はであり、ソシレファーという D7 属7の音でもあるという、ちょっと見えにくいけど書いておきます。イオンでぶつかった後のサブドミナントのファ、属7のファでパッと給付があって聞こえません。こうしたら曲が終わっちゃうんです。でこの擬終止を聞いて遠いもう給付は完璧に数えましょう。これはドは何の音でしたっけ？主音ですね。たった一人のドってもうほんとまさに漢字上手に書けるかな。孤独を感じませんか？たった一人、誰にも人目を避けてね。ここの私の横にいらっしゃるベートーベン先生、ハイリゲンシュタットの遺書の言葉が書かれてるんです。ちょっと今、人の輪に近づくとどうしようもない恐れ、自分の状態を誘われてしまうのではないかという心配が私を、何めるだけいじめるか。人を避けるんです。人だと離れたところに逃げ込んだとかいろいろ書いてますよ。それでももうダメだと思ったという、まさにその気持ちがいろいろ現れている。一人孤独に自分の恐ろしい病と向き合うほのかな希望、治るわずかな期待、こういうの全部のハイリゲンシュタットの遺書をそうですね、概要欄に貼っておこうかな。リンクがあると思います。たった一人苦しむ、それはベートーベンだけじゃない。我々人生生きてて少なからずありますよね。いろいろあります、人生。この2拍目のレなんてちょっとちょっと感じて奥でラはラがね第6音なんだな。第6音のポルタートっていうのは全部大事にするという音でもあるので、ドニの6音パッとあとファラドレっていうのがヨド6と私は言いたいかな。第4音が下にありますよね、バスに。するとファラドレという F-6 と私は捉えようかな。そうするとヨド6 S6 って書いておきます。ポルタートでやっぱりサブドミナント2の音もあります。246の音を感じながらここの和音が当クラシック音楽道場というかドイツ和声ではこだわりの和音、ソドミドミソという C マイナーというこの曲のツェーモールの手話音トニカに見えるんです。これトニカ。ところがここでトニカってやっちゃうとこの先まだいろいろあるんです。これをドイツではトニカと考えないで、あくまでも第5音が下にあるからドミナントであると。ドミナント、普通のドミナントっていうのはソシレファとかこういう G7 G だけでもいいけど、これがドミナントなんです。だけどこのソシレからこの第3音の C を第4音、第5音のレを第6音にソドミというふうに
第4音、第6音へとパワーアップさせるドミナント四六の和音っていう、これを大事に、だからクレッシェンドマークを書くんです。さあね、この S6 の和音からドミナント C6 へとね、ピアノ静かではあります。静かな中ででもふつふつと湧き上がるツェーモールへのね気持ち、これが和声のね、これがララララおしまい。これじゃね、結論が早く出すぎるんです。アブドミナントから白くパッと、はい、一人で転げ落ちろ、パッとね、いなくなって、これもう恐ろしいと思いません？はい、そう歌ってたらパッとね、はい、地面がなくなる。はい、役者さんの地面がなくなったら人間は落ちていきます。ゴロゴロ落ちていってね、属してでラー、これも一人でラとね、パッと、この給付はめちゃくちゃ大事かな。ラが第何音ですか？第6音、シールフォーラと。こんなもんかな。コミュニティオフを感じてギシューシュ4と、右手一人の孤独感にちょっと6音サブドミナントと白くとパンでいなくなったら降りていって第6音からのと先へ行くわけですよね。ここでちょっとですね、一旦カメラを止めさせていただきます。続きのをね、このまま撮影するはずですけれど、どうせね、概要欄に続きのアドレスを貼っておくはずですので、すごいテンションで撮影してますね。なんてこった。続きをどうぞご期待ください。